ここは平安末期の京都。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨が止むのを待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただ、ところどころ、二塗りの剥げた大きな円柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それが、この男の他には誰もいない。なぜかというと、この二三年、京都には地震とか、辻風とか、火事とか、飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中の錆びれ方は一通りではない。仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて、焚木の代に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは、元より誰も捨てて顧みるものがなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、孤児が住む。盗人が住む。とうとうしまいには、引き取り手のない死人を、この門へ持ってきて、捨てていくという習慣さえできた。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも君を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。下人は段の一番上に座り、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。4、5日前のことである。申し訳ないが、うちではもう君を雇い続けることができない。当時の京都の町は一通りならず衰微しており、下人は長年使われていた主人から暇を出されていた。だから下人が雨が止むのを待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる様子がない。さあ、どうしたものか。腹はすくが、金はない。行くあてもない。空は重たく薄暗いし、雨の止む気配はないし。下人は取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。どうにもならないことをどうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、追事の下か、道端の土の上で飢え死にをするだけだ。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうであろう。だが、手段を選ばないとすれば。下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句に、やっとこの局所へ到着した。しかしこの、すればはいつまで経っても、結局、すればであった。下人は、手段を選ばないということを肯定しながらも、この、すればの型をつけるために、当然、その後に来るべき、盗人になるより他に仕方がない、ということを、積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草目をして、それから立ち上がった。夕冷えのする京都は、日よけが欲しいほどの寒さである。柱に止まっていたキリギリスも、どこかへ行ってしまった。下人は、門の周りを見回した。一晩、楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも、夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い、門の上の廊へ登るはしごが目についた。上なら、人がいたにしても、どうせ死人ばかりであろう。下人はそこで、腰に下げた聖塚の太刀がさや走らないように、気をつけながら、足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。下人がはしごの中段まで登ると、牢の上から差す火の光が、かすかに右の方を濡らした。赤く、海を持ったニキビのある方である。人がいるのか？下人は、猫のように身を縮めて、息を殺しながら、上の様子を伺った。
上では誰か火を灯して、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これは、その濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で火を灯しているからは、どうせ、ただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつもの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからない。ただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。ひどい匂いだ。しかし次の瞬間には花を覆うことを忘れるほどのある強い感情がこの男の嗅覚をことごとく奪ってしまった。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。檜皮色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆が右の手に火を灯した松の木片を持って髪の毛の長い女の死骸の顔を覗き込むように眺めていた。下人は6分の恐怖と4分の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた。9期の記者の子を借りれば頭身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木片を床板の間に刺し、それから猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を1本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が1本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。なぜ、この老婆は死人の髪の毛を抜くのだろうか。下人にはそれを善悪のいずれに片付けてよいかわからなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆は下人を見ると飛び上がって驚き慌てふためいて逃げた。おのれ、どこへ行く？下人は老婆の行く手を塞いだ。老婆はそれでも下人を突き抜けていこうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。そしてついに下人は老婆を捕まえねじ伏せた。何をしていた？いえ、言わないとこれだぞよ。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら執念黙っている。これを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全部自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのはただ
ある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで、下人は、太刀を鞘に収め、老婆を見下しながら、少し声を和らげてこう言った。俺は、検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だから、お前に縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で、何をしていたのだか、それを俺に話さえすればいいのだ。すると、老婆は、じっとその下人の顔を見守った。それから、カラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな。かつらにしようと思うたのじゃ。下人は、老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に、心の中へ入ってきた。すると、その景色が、先方へも通じたのであろう。老婆は、口ごもりながら、こんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆、そのくらいなことを、されても仕方がない人間ばかりだぞよ。わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を4寸ばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて、立脇の陣へ売りに行ったんだわ。疫病にかかって死ななんだら、今でも売りに行っていたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は、味が良いと言うて、立脇どもが、欠かさず最良に買っていたそうな。わしは、この女のしたことが悪いとは思うていぬ。しなければ、飢え死にをするのじゃて、仕方なくしたことであろう。されば、今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。こうでもしなければ、飢え死にをするじゃて、仕方なくすることじゃわい。じゃて、その仕方がないことを、よく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。下人は冷然としてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうして、また、さっきこの門の上へ登って、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然、反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、飢え死にをするか、盗人になるかに、迷わなかったばかりではない。その時の、この男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。そうなのか。下人はあざけるような声で念を押した。そうして、右の手を、ニキビから離して、一足前へ出ると、不意に老婆の襟髪を掴んだ。では、俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ。下人は、素早く、老婆の着物を剥ぎ取った。それから、足にしがみつこうとする老婆を、手荒く蹴倒し、瞬く間に急なはしごを、夜の底へ駆け下りた。老婆は、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで、張っていった。そうして、そこから、短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外には、ただ、黒々とたる夜があるばかりである。下人の行方は、誰も知らない。